麻雀。それは古来より親しまれているテーブルゲームの一つ。牌と呼ばれる手持ちで決められた形を作る速さを競い、持ち点の奪い合いで勝敗が決まる。デジタルゲーム化も家庭用ゲームが登場した当初から行われており、その中には漫画やアニメ作品を題材とする麻雀ゲームも多数存在する。そして同人ゲーム界隈にはジョジョを題材とする麻雀ゲームもあることはご存知だろうか。ロードローラーだベレキングクリムゾン何スタープラチナザワールドやれやれだジョータロウ貴様ただし何でもありのイカサマ麻雀だ。このゲームは2013年にサークルスプラッシュウェーブから頒布された PC 用同人ゲーム、ジョジョの奇妙な麻雀。ダウンロード販売も行われており現在も入手可能だよ。麻雀は基本的に4人でやるものだがこのゲームのメインは1対1。まず最初に歴代ジョジョの中から使用キャラを選び、他のキャラたちと対局をしていくことで使用キャラが増えていく。今回はジョータロウを選択。ジョータロウじじいまだまだ若いもんには負けんよなギヒヒヒ平和だなぁ。といった具合にキャラの組み合わせ次第で特殊な掛け合いも用意されている。さてここからが麻雀パート。麻雀がよくわからない人のために超ざっくり説明すると、手持ちの牌を1枚ずつ入れ替えていき、3個で1セットを4組、同じ牌2個で1セットを1組作れば上がり、3個セットは同じタイプの数字を連番にするか、同じ牌を3個揃えれば1組として扱える。最後の1枚は相手の捨てた牌でも上がることができ、それを論という。他にも例外的な上がり方も複数あるが、とりあえずこの動画を見る分には以上を押さえておけば OK。相手がスキルで上がりの確率を上げてきたけど気にせず行こう。さて手が揃ってきた。行くぜ。あと1枚で手が完成する状態、いわゆるテンパイというやつだ。普通の麻雀ならここでリーチをかければ上がりの時に点数が増えやすい。しかしこれはジョジョの奇妙な麻雀である。ここはジョータロウのスキルオラオラを使用だ。オラオラはテンパイした時リーチの前に使える。今度は義手の小指だけじゃ済まねえぜ。やっばーいオラオラは使用後に当たりの牌を 100% 引けるスキル。つまりぶっ壊れです。やれやれだぜ。麻雀は上がりの際に条件を満たすと役というボーナスがつく。今回は1敗達成したので得点も1敗。ドラ1、影マン。オーマイガージョセフ、ハフワレ。さあ、いざ参られ。さあこの調子でいろんな相手と対局していこう。フルスピードで行くぜ。ジョータロウ。たまげだぜ。こいつはきついぜ。ブラーボーおおブラーボーやれやれだ。スタープラチナポルナレフの当たり牌を捨ててしまったけど白羽取りで阻止。Yes, I am! やかましいベアリング弾だ。正規のルールで捨て牌を拾おうとしてターブブルにベアリング弾をぶつけて阻止。僕のスタンドの敵ではない。裁くのは俺のスタンドだ。と、やりたい放題のゲームだがまだまだ進化はこんなもんじゃなかったりする。さらにはパートナーを設定してイカサマ仲間を増やすこともできる。スキルに使用するコストもキャラごとに管理されるためデメリットも全くない。ただしイカサマをするには時間経過でゲージを貯めなくてはならず、強力なイカサマほど使用条件が厳しいためいつでも連発できるわけではない。消費の少ない補助技や妨害技を使うか、ゲージを温存して強力な技を使うかといった駆け引きが重要となる。いいだろう。楽しみだ。新しい世界が幕を開ける。このゲームに登場する1から6部の主要キャラたちを倒すと各部のラスボスが登場。これまでの主要キャラたちも大概ぶっ飛んだスキル持ちなのだが、ラスボスたちもそれぞれとんでもないイカサマを仕掛けてくる。まずはカーズ。勝てばよかろうなのだ。開幕に手持ちを入れ替えてくるなんて鼻をつむよりたやすくやってくる。我がモードは光。奇才葛藤のモード。そしてジョータロウのようなリーチを一発で上がれるスキルも持っており普通に強い。もちろんアルティメットシーイングにもなれる。エイジャの石石よ。そうだハモンだよこのマヌケが。
アルティメットシーイングになると低コストで積み込みを行うことができ初手でいい手が来やすい。究極の生命とは全ての生命を兼ねる。さらには好きな牌を想像することもできる。この無数のロメがいい声だ。実にいい響きだ。その絶叫を聞きたかったぞ、ジョジョ。そんなカーズとジョセフ・ジョナサンコンビで勝負だ。このゲームには成長要素もあり、持ち点やいい牌を引く確率、スキルの使いやすさなどが挙げられる。この二人はほとんど初期状態だがなんとか頑張っていこう。ついてるね、乗ってるね。このマヌケがリボフオーバードライブ、またまたやらせていただきました。さて点数も逆転して大詰めだ。ジョセフはゲージも SP も使い切ってしまったが、まだジョナサンがいる。好調の波に乗ってきたぜ。任せてくれ。ラックとブラックの剣で消える。よっしゃー。宣戦布告だぜ。続くか。エイジャの石石をゆっくりと取り殺してくれるわ。遅いんだよ、去りやがれ。さすがのアルティメットシーイングも使用時にゲージを全て使うので、その直後には何もできない。君が泣くまで殴るのをやめない。そのうちカーズは考えるのをやめた。さて今度はディオ。一発雲上がりの技はもちろん、ピカ冷凍砲による波紋封じなど各種妨害技も揃った攻め特化のキャラ。さらに時を止めてのイカサまでとにかくやりたい放題。時を止まれザワールド。手持ち13枚を全て積み込み。何をするだ。相手と自分の手配を強制交換。極めつけはこれ。ハンドのパワーを全開だ。時を動き出す。何が起きたのかと言いますと、ディオの技、時は動き出すは手配を役満の数暗号にすり替えるぶっ壊れ中のぶっ壊れ。役満というのは現実の麻雀では滅多に拝むことのできない究極の手で決めれば最低でも3万2000点。それがさらに奇跡レベルの数暗号短期待ちになってダブル役満。さらに初手で揃えたので別の役満天砲も成立してトリプル役満。要するに現実ではまず不可能レベルの手が完成して歌教員はぶっ飛んだ。まあ難易度ノーマルの対局でここまで鬼畜なことにはならないが、とにかくジョータロウ・ジョナサンコンビで勝負だ。開始からいきなり手がいいぞ。ジョータロウは初期から使っていて能力が高いのでいいパイが来やすい。よし3タイプの678が揃ったので3色同順が確定だ。まだゲージが溜まってなくて一発上がりの技は使えないから、普通にリーチでいこう。打ちかますぞ。ロードローラーだ。うわドラ山をぶっ壊された。ドラ山とはそこで表になっている牌に対応するものが手持ちにあると上がった時の点数が増える。ディオが当たり牌を捨てたぞ。こいつを食らいな。なにリーチピンフ3色同順。ドラ山をぶっ壊されたので点数が落ちてしまったがそれでも高いな。次で一気に終わらせよう。ここはジョナサンの技で積み込みだ。スカーレットオーバードライブ。これで上がりやすい手になった。うわ手配がバラバラにされてしまったぞ。ここまでバラバラにされてしまったらもはや役満を狙うしかないな。転敗するまでの補助技がないが、ジョータロウはステータスが高いのでいい牌が引けるはずだ。ぶっ潰れよ。またドラ山破壊してるよこの吸血鬼。しかし今狙ってる手が決まればドラなんて関係ないぜ。来たぜ、ぬるりと。転敗さえしてしまえばあとはイカサまで 100% 積もれる。やれやれ。今度は灰も残さねえぞ。向こうから出してくれたぞ。最後の最後に敗北するのはどちらか。てめえは俺を怒らせた。特殊無双役満。3つのタイプの1と9に全ての自敗、それに同じどれかを1枚加えれば役満国士無双だ。このデオが。お次はキラヨシカゲ。
ここまで攻撃的なキャラばかり取り上げてきたけど、キラは妨害特化キャラ。殺人鬼、お前のリアリティを奪ってやる。まずい。例えば相手にリーチされてしまった時なんかは、私のキラークイーンは触れたもの何でも爆弾に変えられる。そらだが断る。変化。ドラ山を爆弾に変えて相手の上がりを無効化したり、こっちを見ろよ。相手の引いたパイを問答無用で破壊したりできる。そしてなんと言ってもやべえのはこれ。この町は決して出ないぞ。私は無敵になったんだ。石の矢を使用することでキラが最終戦の姿になりバイツァーダストが解禁。キラークイーン第3の爆弾。これが防御面においてとにかくやばい。突っ切ってぶちのめす。おほほほほ。どうしてくれっかな。限界だ。押すね。戻ったぞ。ジョウスケがリーチしたら曲の最初まで強制的に戻した。しかしハイパイは別のものに変化。しかもゲージや SP まで戻るためこの曲が終わらない限り、相手が条件を満たせば何度でもループ可能。こちらの手が良かったら使わないでおいて、相手が上がろうとした時に使えばいいのでまさに無敵の能力。君を始末させてもらう。手配を交換する技もあるためさらに調整がしやすい。運はこのキラ吉影に味方してくれるんだ。はい、住み次第。はい、すぐ会社に。はい、向かいますので。はい。失礼します、部長。さて今度はジョウスケ奥安コンビで勝負だ。ジョウスケはジョウタロウのようなパワー型の技に加え、破壊された灰や点を直す技も持つ。奥安は逆にドラ山や捨てられた灰を破壊する技を持っているので、キラが爆弾化させた時に消してしまうこともできる。このコンビ、原作同様キラの天敵という非常にいい調整になっている。よし転敗したのでジョウスケのとっておきを使おう。パワー型のキャラは最上位の技でリーチ一発上がりに加え、ドラ山を全部表にして恩恵を最大に受けられるぶっ壊れがある。ジョウスケの場合はさらにドラ表示パイを直して別のパイにしてしまう。ドララ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 ドラ永遠に供養しろ。何。確実に狙えるぜ。俺って悪党かな。リーチ一発角ピンフドラいっぱい3倍マン。惜しい、ギリギリ踏みとどまったな。この後もキラがしぶとく粘って最終局面。キラの点数も少ないので奥安の技も使って手早く上がりを目指そう。この右手が掴んだものは削り取ってしまう。奥安は場の牌だけではなく自分が引いた牌もガオンして引き直したりなんてこともできる。この私をもっと追い詰めるがいい。おっとキラが先制リーチをかましてきた。しかし普通のリーチなので次で上がれるとは限らない。相手が上がる前に転敗して一発上がりの技でしまいだ。俺がキリをつけてやる。真実はそれ一つだ。そんじゃあよ、平穏じゃねえ顔面に変えてやるぜ。すげえ爽やかな気分だぜ。新しいパンツを履いたばかりの正月元旦の朝のようによ。お次はドッピオ。こちらは完全に防御特化のキャラ。エピタあらかじめエピタフを使用することで、相手が何かしら麻雀行為を行った時に無効化することができる。いいところで出会った。キングクリムゾン。何？貴様に俺の心は永遠にわかるまい。キングクリムゾン。てめえ。そしてもちろんディアボロに交代もできる。これは試練だ。発動時のコストはかかるがキングクリムゾンの能力がさらに低コストで使用できるようになり、相手のハイパイ時の技発動をスキップできる技も追加される。スだけが対応できる。無駄無駄。キングクリムゾン。何なんだこれは。無駄だ。キングクリムゾン。普通じゃない。これが我がキングクリムゾンの能力。何かただならぬことが起こっているんだ。命はもらった。結果だけだ。この世には結果だけが残る。角チーソードラさん3倍マン。帝王はこのディアボロだ。依然変わりなく。今度はジョルのブチャラティコンビで勝負だ。
ジョルノは積み込みや妨害に加え、牌を変化させたりカーズのように好きな牌を想像したりできる。ブチャラティはジッパーを使って牌を隠してしまったり、逆に相手から拾った牌を吹きつけてこちらの手牌に組み込んだりできる。はい、もしもし、ドッピオです。手が進まないまま先制リーチをされてしまったな。見なくてもいいものを見た者はこの世に存在してはならねえんだぜ。しかしそうだとしてもゲージが溜まる次からが本番だ。矢のパワーをもちろんゴールドエクスペリエンスレクイエムもある。発動するとハイパイ時に手牌を破壊する技とさらにもう一つの技が追加。無駄。真実に到達することは決してない。この曲相手はもうリーチをしていようが何をしていようが上がることはできない。これがジョルノの真骨頂。私がそこに行く。お、ディアボロに交代した。しかし、あり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 アリーベ・デルチ。暗闇に道を切り開く。キングクル。なんで SP が尽きたのでもう技が使えませんボス。レクイエムの効果で上がることもできないし完全にドッピオの痛電です。あ、そうなの。ドラさん大マンまだちょっと残ったか。生き残るのはこの世の真実だけだ。このディアボロが敗北するわけがない。あ、それ論です。終わりのないのが終わり。それがゴールドエクスペリエンスレクイエム。リーチ俺は何回死ぬんだ。次はどこからいつ襲ってくるんだ。俺は俺のそばに近寄るな。さてラストの相手はクッチ神父。なんと2段階の進化が可能。初期のホワイトスネークは幻覚で場を見えなくして論を封じたり、相手の技や麻雀行為をランダムに封じることができる。これで君の世界へ共に旅立てるぞディオ。第2段階ではシームーンに進化。重力は逆転する。シームーンは重力を逆転してリーチ時にドラ表示牌を全部ひっくり返したり、アンチは必ず一発だけだ。裏返しになった。相手の手牌をひっくり返してこちらに丸見え、相手からは見えなくなるなんてとんでもないこともできる。そして最終段階メイドインヘブン。感じたぞ。位置が来る。私の能力は完成したようだ。時は加速する。ここに行くまでの道のりは長いがとんでもない能力を秘めている。時の加速により相手は2回に1回引いた牌をそのまま捨てなくてはならない。当然そんなことをされたらもはやまともに手を作ることはできなくなる。本当に今更なのだが、もはや相手は麻雀にならない。さらにこちらは極低コストでリーチ後当たり牌を引く確率を上げる技が使えるので、悠々と上がることができる。新しい世界が幕を開ける。時の加速により加速の行き着く究極のところ。トリプル役満宇宙は一巡した。さあ本動画最後の対局。最後は難易度をハードに上げジョリーン・ジョータロウの親子コンビで勝負。相手のステータスや技の性能が上がりガンガンイカサマを仕掛けてくる。プッチの場合封印技の効果時間も上がっているし、進化もきっちりしてくるためめちゃくちゃ手強い。そしてステータスが高くて良い牌も引きやすいためもたもたしているわけにもいかない。覚悟こそ幸福。まずい。しかし捨て牌も見えないしとにかく手を作るしかない。そこだ。スタープラチナ。父さん。あ、危ねえ。よし幻覚で消えていたドラ山も見えるようになって転敗したぞ。おらおら。私はこの石の海から自由になる。もはや一巡の猶予もない、一発上がり狙いだ。考える暇もないほどギリギリだった。そのまま眠りな。やはり空城ジョリーンはここで始末するべきだ。記憶のディスクを奪った。なんだって。何いつも封じられたぞ。つまり自分で引いた牌で上がることができない。これでは転敗してもジョリーンやジョータロウの一発つも上がりの技が意味をなさない。ここは効果が切れるまで耐えるしかない。ヘビーすぎる状況が。そう転敗したがここは普通にリーチするしかないな。ちくしょうてめえ。終わったぞ。ロンも封じられただと。これで君の世界へ共に旅立てるぞディオ。重力は逆転する。
こちらの行動をあらかた封じられたところで進化までされた。くだらない消耗があってはならない。ここはジョリーンの技でダメージを減らそう。私はこれからどこへ行くのか。紐の防御に力はいらない。まだ終わっていない。相手の手が安くて助かった。とにかくツモ封印が解けるのを待って大技で一気に稼ごう。パンチは必ず一発だけだ。裏返しになった。さらに手配を裏返しにされた。こんな最初に裏返しにされたら手を作るも何もないぞ。天に増します主よ、私を導いてください。神の未明において退ける。どうすんだこれ。我が友に捧げる。逃がすわけにはいかない。ここは私が食い止める。決着はつける。ジョリー、私を押し上げてくれたのはジョースターの決闘だった。道が一つしかなくても、それにかすかでも考えがあるなら、それはきっとうまくいく道。半減がなければ致命傷だった。しかししのぎ切ったぞ。スタープラチナザワールド。まあまあだ。もうクッチは SP を使い切って時の加速をすることができない。あとはここまで耐え切って温存したものを全てぶつける。一番叩き込みやすい角度。ピンク太陽 E 抵抗ドラ6 3倍マン。やれやれだぜ。というわけでジョジョの奇妙な麻雀でした。ジョジョのキャラで麻雀ゲームというありそうでなかった発想。そして能力をフルに使ってイカサマできそうというぶっ飛んだ発想。キャラごとの特徴が非常にうまく落とし込まれており本当によくできたゲームとなっている。ゲーム内容もまだまだこんなものではなく育成要素や各難易度の攻略のほか、敵もコンビを組んでイカサマを仕掛けまくってくるというスペシャルマッチも存在し究極のカオス麻雀を味わえる。スペシャルマッチを制覇するとさらにその先も、それに今画面で流しているイカサマなしで CPU と打てる普通の4人麻雀もある。またこの動画では紹介しきれなかったがキャラ同士の掛け合いのパターンも多数用意されており原作愛を強く感じる。各キャラのセリフも原作の名言を麻雀用語でもじられており薬と笑えるネタが多い。投稿主の麻雀知識は初心者に毛が生えた程度のものだけど、ジョジョ好きとしても麻雀好きとしても非常に楽しめる良いゲームだった。それでは今回の動画はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。